どこだ。なぜこんなところに。そうか。マッハに追われて逃げ出し、確か車にぶつかって。目が覚めたのね。眠ってる間に医者を呼んでみてもらいました。軽い打撲程度で後遺症は残らないそうです。すみません、ご迷惑をおかけしました。お詫びをするのはこちらです。車を運転していたのは私なんです。いえ、車道に飛び出した僕が悪いんです。歩けますか？この屋敷の主に紹介したいのですが。ええ。大きな家ですね、ここは。普段は使っていないのよ、別荘だから。こちらです。どうぞ。ダーゴル大佐、お連れしました。ダーゴル大佐。入りなさい。何か冷たいものを持ってこさせよう。ラジス隊、頼む。はい。今あの女の人はダーゴル大佐と言った。ダーゴル大佐、スペースマハのリーダー。まさかこの男が。元気そうなので安心したよ、君。いろいろご迷惑をおかけしました。気にすることはない。ほう、いい風が入ってくる。君、バルコニーに出てみないか。ここからの眺めはなかなかのものだ。すごい森が広がってる。君はヘラスは初めてか？いえ。眠ってる間に君の身元を確認しようと思ったが、君は身分証を持っていなかった。本来ならば身分証不携帯で逮捕するところだが。逮捕する？私はマハに所属している。君を逮捕する権限があるのだ。マハ、やはりこの男は。だが今回は見逃しておこう。部下の不始末のせめてものお詫びだ。ありがとうございます。どこかのコロニーからヘラスに流れてきたのか？はい。君、地球に降りたことあるか？いえ。地球に行ってみたいと考えたことは？地球ですか。環境汚染がひどいと聞いていますが。いや、環境汚染は回復しつつある。私は10年前にヨーロッパに行ったが、その当時でも噂で言うほどひどい状態ではなかった。そうですか。地球には紛れもない本物の自然があった。私は大地に足を踏みしめ、体全体で風を受けた。ミストラルという風をな。ミストラル？季節風の名前だ。フランスのプロバンス地方を吹き荒れ地中海に抜ける乾燥した冷たい風のことだ。このようなコロニーの中で吹く風とは全く違う。少しでも気を許せば足元をすくわれ吹き飛ばされてしまう。信じがたいほど暴力的でエネルギーに満ちた風だ。私はその時知った。地球というちっぽけな惑星が多くの生命を生み育んできたのは風のおかげなのだ。地球上を駆け巡る風は大地の汚れを吹き飛ばし、生きとし生けるものに多くの恵みを与える。わかるかね、私の言ってることが。ええ、わかるような気がします。見渡す限り緑が広がる田園地帯にあの風が吹き抜けていく。私はもう一度あそこに戻りたいと思ってる。地球の環境は回復しつつある。人間が手を貸すことによって地球はもっと早く蘇るだろう。宇宙移民から200年、状況は変わった。
かつて宇宙に追いやられた人間が地球を救うためにふるさとに戻る時が来たのだ。宇宙の人々が地球に降りるというのですか？そうだ。私はその手助けをするつもりだ。地球逆移民計画、魅力的な響きだとは思わないか？今地球に人が戻れば再び汚染は広がり、取り返しのつかないことになります。地球の再生はまだまだ完全とは言えない。ほう、まるで見てきたようなことを言うのだな。いえ、環境汚染について書かれた本を読んだことがあるんです。大佐。なんだ？ああ、飲み物はテーブルに置いてくれ。はい。すべての人類は宇宙に上がり地球をそっとしておくべきだという考えがあるな。はい。その考えがいかに素晴らしいものであっても、人類は地球に居座り続けるだろう。なぜなら地球には重力があるからだ。重力？人は重力から逃れることはできない。宇宙に来ても人は地球の重力が忘れられず、スペースコロニーという小さな地球に住んでいる。人間というのは悲しいまでに保守的なのだ。だからといって今地球に降りて構わないという理由にはならないでしょう。100億200億の人間が降りるわけではない。選ばれた人間だけが地球に戻り地球環境をコントロールする。なぜ今宇宙を捨てる必要があるんです？人は宇宙にスペースコロニーを浮かべた。それは素晴らしいことです。人間の持つ限りない可能性を感じます。君も案外理想主義者だな。もう少し現実を見たまえ。人が宇宙で暮らしていけるのはスペースコロニーという生活の場があるからだ。十分に食べるものがあり、着るものがあり、暖かなベッドがある。それだけでほとんどの人間は満足して生きていく。だが私は違う。私には理想がある。その理想を実現するためにはどんな苦難も厭わない。だがそういった理想を一般の人々に押し付けることは単なる独善に過ぎない。インテリがよく陥る失敗だ。それでは世の中を治めていくことはできない。革命や社会運動が失敗するのはその運動理念の欠陥からではない。民衆が肉やパンを手に入れられなくなり、不平不満を言うようになるからだ。そのことをインテリは理解しようとしない。人は理想のために死ぬことができると信じている。死ねませんか？理想のためには。私ならば自分の信じた理想のために身を投げ出す。君も理想のために死ねるかもしれない。だが大多数の人々は違うのだ。それが分からなければ世直しはできない。かつて一人の男がスペースコロニー独立運動を起こした。その男は理想主義に走り、現実との溝が埋められず、やがて歴史の狭間に消えていった。スペースコロニー独立運動の英雄シャー・アズナブル。もう一人のお前だ、アフランシ・シャー。知っていたのか、僕のことを。お前も私のことを知っていたようだな。スペースマハのリーダービジャン・ダーゴル。最初に会った時からお前は普通の青年には見えなかった。お前の中に秘められた力を感じたのだ。なぜマハの計画を喋った？地球逆移民計画は間もなく公表される。今さら秘密にしておく必要はない。地球に降りられると分かればコロニーの住民はマハに協力する。メタトロンは支援してくれる人々をなくし、すぐに潰れる。人は宇宙空間で無限に発展する可能性を持っている。その可能性がある限りメタトロンは潰れない。そのお前の理想主義は100年前にシャア・アズナブルが失敗したことだ。同じことの繰り返しになるぞ。シャアが失敗したからこそ僕が、アフランシュ・シャアがやり直すんだ。そうか、それがお前の考えか。話の続きはマハ本部で聞こう。
アフランシー社。初めて乗った感想は？いいな。思ったより扱いやすいマンマシンだ。 U タイプに勝てそうかい？勝てるさ。でもなんだってコロニーの中で飛行訓練なんかするんだろうね。こんな狭いところじゃブロンテクスターの能力を十分に発揮できないのに。ダーゴル大佐は地球に降りた時のことを考えているのさ。重力のある場所での操縦に慣れておけってことだろ。宇宙も地球も大して変わりはないさ。そんな考えでは地球に降りても長持ちしないぞ。地球の重力ってやつは頭で考えてる以上にきついんだ。はあ、そんなもんかね。ブロンテクスター1号機2号機応答せよ。こちら2号機ウリアン少尉。なんだ？工業ブロックの港に不審な貨物船が入港した。調査しろ。メタトロンのやつらか？それを調べろってことだ。了解。レイラ、聞いたな。工業ブロックの港だ。了解。ダメだわ、この無線機通じない。アフランシー、どうしちまったんだ？やっぱりマハに捕まったんじゃないのか？そんなことないわ。きっと港に向かってるわ。もうスパシアス号に戻ってるかもしれない。連絡がついてるかもしれないし、ジョー、私たちも港に行きましょう。エント、もしアフランシーがこっちに来たらここにいてもらって。あ、わかった。よう、クリシナ。メッサー、無事だったの？俺たちがマハの奴らに捕まるわけねえだろ。あれ。そういうこと。おや、頭数が足りないようだな。金髪のお兄さんはどうしちまったんだ？はぐれたのか？メッサー、あなたアフランシーのこと知ってるの？アフランシっていうのか、あの金髪のあんちゃんは。そういや聞いたことあるね、アフランシって名前。知ってるの？教えて。気に入らないね。え？それが人に物を頼む言い方かい？教えてくれませんか、アフランシのこと。さあ、さっきまで知ってたんだけど忘れちまったね。お前らふざけんなよ。こっちは非常事態なんだ。お前らの冗談に付き合ってる暇なんかないんだ。クリシュナ、行こう。待てよ。メタトロンのリーダーがマハに逮捕されたって話なら聞いたぜ。それ本当なの？俺様の情報網は確かだ。信じる信じないはそっちの勝手だがね。ジョー、港へ戻りましょう。おっと、港はやばいぜ。マハが全部の船を足止めして調べてる最中だ。何？じゃあスパシアス号も？お前らが乗ってきた船か？運が良けりゃマハに捕まる前に港を出てるだろうけどな。最悪だな。やっぱりマハの本拠地に潜入するなんて無茶だったんだ。今さらそんなこと言っても仕方ないでしょ。うん、すまないクリシュナ、俺がついていながら。ジョー、どうしたらいいんだろう。きっとスパシアス号は脱出したんだ。俺たちも落ち着いたら港の定期便でヘラスを出よう。ダメよ、ダメだわ。私たちだけで脱出するなんて。アフランシはどうするの？私たちはアフランシを守る義務があるのよ。そんなことより見捨てて逃げるなんてできない。香港でアフランシは私を助けてくれた。今度は私が助ける番だわ。無茶を言うな。香港の時はガイアギアがあったんだぞ。マンマシンがなければ手に入れればいいじゃない。ここはマッハの本拠地よ。マンマシンぐらい置いてあるわ。盗み出せばいいじゃない。ほう、クリシュナ、お前威勢がいいな。マハ相手に喧嘩を仕掛けるつもりか？ええ、アフランシを助けるためなら何だってやるわ。レッサー、あなたも協力して。俺？なんで？お願い。アフランシにもしものことがあったらメタトロンは潰れるわ。そしたら誰が地球を救うの？誰がコロニーを住みよいところに変えていくの？メッサー帰ろう。バカバカしくて付き合ってらんないよ。あなたたちがそんな風に無関心でいるってことはマハに手を貸してるのと同じことなのよ。知らないね。あなたたちアフ
フランシが言った通りだわ。毎日面白おかしく暮らせればそれでいいんでしょう。でもね、そんなのは人間の生き方じゃないわ。こいつ言わせとけば生意気なことばかり並べやがって。許さねえ。やめろね。私一人でもアフランシを助け出すわ。私だけでもやるわ。分かったよ、クリシュナ。手を貸してやろメッサー、やめなよ。こいつらを助けることなんかない。う。お前は黙ってろ。メッサー、本当に協力してくれるの？ああ。だがお前たちのためにやるんじゃない。あの小生意気なアフランシに落とし前をつけたいのさ。落とし前？助け出してから奴をぶん殴る。舐めた口聞いたお礼をしてやんのさ。メッサー、あなたまだそんなこと考えてるの？いや、ちょっと家に帰る。喧嘩をするにはいろいろ準備が必要なんでな。すぐに戻る。お前ここにいろ。メッサー。あいつ喧嘩慣れしてるようだが頼りになるのかな。頼りになるかだって。あんたらメッサーのこと何も分かっちゃいないね。メッサーはね、この辺りを仕切ってるんだ。仲間に仕事を紹介したり、なんかトラブルがあれば間に入って収めたり、金に困ってる奴がいれば貸してやったり、いろいろ面倒見てんだよ。旗で見るほどチャラチャラしてないよ。レイ・セイヤス、あなたはどうするの？私たちに協力してくれるの？やるさ。私はメッサーのダチだからね。マンマシンに乗るのは久しぶりだ。さすがに疲れたな。もう戻ってたのか、レイラ。残念だが逃げられた。あの船メタトロンに違いないんだがな。そうねえ、知ってる？メタトロンのリーダーが逮捕されたって話。何？ヘラスに潜入していたらしい。ダーゴル大佐が逮捕したんだってさ。アフランシがここに来ていた。まさかそいつが例のニュータイプかい？アフランシがヘラスにいながら俺は奴の存在を感じることができなかった。所詮俺はオールドタイプに過ぎないのか。ウル？アフランシはマハ本部だな。行ってくる。ウリアン少尉、ナジス大尉。アフランシ・シャー逮捕の話は聞いたか？はい。なぜダーゴル大佐がアフランシを逮捕できたのですか？大佐は力あるものを呼び寄せる能力を持っているのだ。力あるものを呼び寄せる能力？そうだ。大佐の周りには常に有能な者が集まる。敵味方を限らずにな。アフランシ・シャーは大佐が直接調べられる。大佐はアフランシ・シャーに興味を持っておられるのだ。自分も取り調べに立ち会わせてください。その必要はない。なぜです？大佐の命令だ。納得できません。アフランシは自分の敵です。敵襲だと？